皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルへようこそ。本日は、リハビリテーション医療大学の学生の皆さんのためのプログラミング応用、第4回として、発音チャレンジ AI オウムをご紹介します。AI が言語聴覚療法をどのようにサポートできるのか、一緒に見ていきましょう。さて、言語聴覚療法、特に高音訓練の現場には、大きく3つの壁が存在すると言われています。1つ目は、反復訓練の壁。同じ単語を繰り返し練習するのは単調になりがちで、患者さんの集中力や意欲を維持するのが難しい、という課題です。2つ目は、客観性の壁。セラピストの優れた聴覚による評価が主となりますが、訓練の成果をいつでも誰でも見返せるような、客観的なデータとして記録し続けるのは簡単ではありません。そして3つ目は、フィードバックの壁。訓練中に、即時的でかつ患者さんのやる気を引き出すようなポジティブなフィードバックを常に提供し続けることの難しさです。これらの壁を私たちはテクノロジーの力で乗り越えることはできないでしょうか。そこで本日の提案がこちらです。スクラッチで作る発音チャレンジ AI オウム。そのコンセプトは対話で訓練を楽しく、そして AI で客観的な評価をサポートすることです。このプログラムの概要は非常にシンプルです。画面のキャラクター、つまりお手本が話した言葉を、患者さんがマイクに向かって復唱する、という復唱訓練ツールです。最大の特徴は、AI が患者さんの発音を認識し、その場ですぐに正解か間違いかをフィードバックしてくれる点にあります。このツールが対象とするのは、特に発声や発語に課題を持つ患者さんです。具体的には、高音障害、運動障害性高音障害、聴覚障害、そして失語症など、幅広い患者さんのリハビリテーションに活用できると考えています。このプログラムは、ストレッチ3という、標準のスクラッチを拡張した特別な環境で作成されています。使用する主な拡張機能は2つです。1つは、音声合成。これが AI の口の役割を担い、お手本の音声を作り出します。もう一つが、スピーチにスクラッチ。これが AI の耳となり、患者さんの発話をリアルタイムで認識します。では、実際のプログラムがどのように流れるのかを見てみましょう。まず、1説明。猫のキャラクターが、これから始まる訓練の内容を優しく説明します。次に、2お手本の発声。PC が課題の単語、例えば、こんにちはを音声合成で発音します。そして、3患者さんの復唱。患者さんがマイクに向かって、お手本を繰り返します。ここからが AI の出番です。4正誤判定とフィードバック。AI が発声を認識し、正解なら、ピンポンという音とチェックの印、間違いなら、ブーという音と×印で、即座にフィードバックを返します。これを指定回数繰り返した後、最後に正解数と間違い数が表示される、という流れです。今回は指定回数を10回としていますが、いくらでも回数を増やすことができます。今から言葉の練習をしましょう。コンピュータからお手本の言葉が流れますので、繰り返してください。それでは開始します。お願いします。お願いします。さようなら。さようなら。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ありがといいえ。う。いいえ。あれは何ですか？あれは、行ってきます。行ってきます。これは何ですか？これは何ですか？どうぞ。どうぞ。
いいえ。練習を終わります。正解数は8です。間違い数は2です。訓練が終了すると、このような結果画面が表示されます。正解数と間違い数が一目でわかるだけでなく、どのような課題が出され、それぞれに対してどのように答えたかがリストで確認できます。この課題リストは、セラピストが事前に登録しておくことで、患者さん一人一人に合わせた訓練が可能になります。このプログラムを準備する上で核となるのが、この課題リストです。セラピストは、患者さんの目標に合わせて練習したい単語や短い文章を、あらかじめリストに登録します。さらに、リストの各項目に対応するイラストや写真を、スプライトのコスチュームとして用意しておきます。例えば、リストの1番目の課題、こんにちはには、挨拶している太陽のイラストを1番目のコスチュームとして設定する、といった具合です。これにより、聴覚だけでなく視覚からも課題を理解しやすくなります。このプログラムは、複数のスプライト、つまりキャラクターたちが連携して動作します。ステージは、ゲーム全体の進行管理や正誤判定、データ記録など、司令塔の役割を担います。猫は、プレイヤーへの説明や最終結果の報告を行う、案内役です。イメージは、課題に対応した画像を表示し、視覚的なヒントを与えます。そして、OK と NO のスプライトが、正解・不正解のフィードバック画像をそれぞれ表示します。では、少しだけプログラムの中身を覗いてみましょう。これはステージのコードの一部です。プログラムが開始されると、まず、初期化という合図が送られます。ここでは、ゲームを始める前に、正解数や間違い数、そして記録用のリストをすべて空にして、まっさらな状態にリセットしています。こちらが、このプログラムで最も重要な AI の中核部分です。まず、音声合成で課題の言葉を喋らせた後、音声の長さ大なり0まで待つというブロックで、スピーチにスクラッチが何か言葉を認識するまで待ちます。そして、もし、認識した言葉が課題リストの言葉と同じなら、という条件分岐を使います。ここで、AI の耳が聞き取った言葉と、正解の言葉が一致するかを判断しているのです。一致すれば正解数を1増やし、正解リストに記録。もし一致しなければ、間違い数を1増やし、誤答リストに記録します。練習のループがすべて終了すると、ステージは、変数リスト表示という合図を送ります。この合図を受け取ると、画面には最終的な正解数、間違い数、そしてどの単語で正解、不正解だったかがわかるリストがすべて表示される仕組みになっています。こちらは猫のコードです。猫は、患者さんが安心して訓練に取り組めるよう、丁寧な案内役を務めます。訓練開始時には、今から言葉の練習をしましょう。コンピューターからお手本の言葉が流れますので繰り返してください。といった案内を、音声とテキストの両方で行います。そして、訓練の最後には、再び猫が登場します。練習を終わりますと告げた後、正解数は丸です。間違い数は丸ですと、訓練全体の頑張りをわかりやすくフィードバックしてくれます。聴覚的なお手本だけでなく、視覚的なフィードバックも非常に重要です。このイメージスプライトは、課題が出題されるたびに、その課題番号に対応したコスチュームに切り替わります。これにより、患者さんは耳で聞き、目で見て課題を理解することができます。そして、こちらが即時フィードバックを行う OK と NO のスプライトです。ステージからの正解・不正解の判定に応じて、それぞれ対応するマーク、つまりチェックマークや×印を表示し、すぐに隠れます。この素早い反応が、患者さんの、分かった、という感覚をサポートします。訓練終了後、画面には最終的な結果がこのように表示されます。正解数や間違い数で全体的な達成度がわかるのはもちろんですが、最も重要なのは、正答リストと誤答リストです。どの単語が言えて、どの単語で間違えたかを具体的に記録・分析することができます。この客観的なデータは、セラピストが次の訓練計画を立てる上で、非常に重要な資料となります。では、
このツールの臨床的な意義をまとめます。第一に、動機づけの向上。ゲーム感覚で取り組め、即時的なフィードバックがあるため、単調になりがちな反復訓練への意欲を高めます。第二に、客観的な評価。どの単語をどのように間違えたかをデータとして記録できるため、客観的な根拠に基づいた評価と計画立案が可能になります。そして第3に、個別最適な課題設定。セラピストは事前に課題リストを編集するだけで、患者さん一人一人のレベルや目標に合わせた訓練を簡単に提供できます。このプログラムには、さらなる発展の可能性があります。例えば、正答率に応じて、より難しい単語や長い文章を自動で出題する、難易度の自動調整。完全一致でなくても、差の音が入っているかなど、特定の音素を認識して評価する、キーワード認識。そして、在宅の患者さんに対して遠隔で訓練を提供し、その結果をセラピストが確認する、遠隔言語療法への応用も期待できます。それでは、本日のまとめです。言語療法には、反復訓練客観性、フィードバックという壁がありました。これに対し、スクラッチと AI、つまり音声合成と音声認識で作る、発音チャレンジ AI オウムを提案しました。実践例で見てきたように、このプログラムは対話的な訓練と客観的なデータ記録を実現します。これにより、楽しく、個別化された訓練で、患者さんの意欲とリハビリ効果を高めることができるでしょう。